皆さん、こんにちは。マレーシアを拠点にファイナンシャルアドバイザーとして活動しているゆうこです。今日もお金の勉強をしていきましょうということで、今回はマレーシアでの個人所得税に関する基本的な知識をお教えしていきたいと思います。この動画の主な対象者になる方なんですけれども、これからですね、マレーシアで現地採用枠を利用して会社員となる方、そして現在マレーシアで現地採用枠でお仕事をされている方の参考にしていただければなというふうに思っています。はい。で、私のね、周りでも、いらっしゃるんですけれども、このお仕事をして最初の6ヶ月間ですよね。なんか、かなり税金取られてないっていう感じで思われる方もいらっしゃるんですよ。実際にこの手取りが少ないですとかっていうことで、なぜかちょっとよくわからないと。で、現在お仕事をしている会社に税金のことは丸投げ任せているっていうこともあるんですけれども、知識がないっていうことですよね。で、実際にこのマレーシアの所得税がどう計算されているのか、理解できていない方は多いのではないかというふうに思いまして、今回のトピックを選びました。はい。で海外ですとか、日本ももちろんそうなんですけれども、税金を納めることは個人の義務となりますので、マレーシアでお仕事するにあたってですね、個人所得税の基本的な知識を理解しておくべきだと感じております。ぜひとも参考にしてください。そして、チャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いいたします。はい。で、早速本題なんですけれども、この現地採用のという形で、会社員をされる、方ですよね、が知っておくべき基本的な税金知識、一つ目ですね、が個人所得、税金番号の取得ということになります。で、このマレーシアの個人所得税金番号なんですけれども、SG のアルファベットから始まる、11桁の番号です。はい、かなり長いんですけれども、覚えるのもかなりの難しい、技だと思うんですけれども、こちらの番号というのはマレーシアの税務署 LDHL マレーシアの窓口またはオンラインで申請可能でございます。はい。で、大体の会社はですね、この会社を通して、この会社員の方、雇用者のためにですね、税金番号を取得してくれるというのがほとんどかと思うんですけれども、中にはですね、雇用者、本人が、この税金番号を取得してくださいという方も会社もありますので、こちらもですね、どういった形で申請できるのかということで、オンラインなのでね、かなり情報は回ってますので、そちらで参考にしてみるのもありかと思います。で、この税金番号なんですけれども、もちろん給与処理のために利用されるということで、必須の納税、税金番号となります。はい。で、そして毎月のですね、源泉徴収ということで、この所得税を納めるための、番号でもありますので、こちらもですね、はい、参考までに、知識をつけてみてください。はい。で、こちら、なぜ、2番目ですね、ごめんなさい、知識の2番目。正確に税金を納める必要があるのかということなんですよね。どこの国でもそうですよね。例えばその外国で、日本で、税金を、払うということはそれなりの、所得があるから課税されるということなんですけれども、マレーシアに関して見てはですね、次のビザ更新に必要になってくる書類ともなるんですよね。ということなので、これ正確に税金を納めてるかどうかっていうのは会社の方に丸投げするだけではなくてですね、ご自身でもどういった計算をされているのかと、把握するのも一つですと、自己防衛っていうお話になるんですけれども、そういった形で、参考になるかと思いますね。はい。次にマレーシアの税金知識ナンバー3なんですけれども、これ非居住者に対する一律 30% の税率の計算方法ということでお教えしていきたいと思います。で、こちらですね、非居住者って書いてあるんですけれども、基本ですね、マレーシアに住んでいる方で182日未満の滞在をされている方対象ということになりますね。はい、例えばですよ、
例を出してみると、4月に日本から、転職活動をしてですね、無事就職できたと。で、マレーシアの会社でお仕事ができるということで、仕事開始になりますよね。で、マレーシアの会社でもお仕事開始して、現在マレーシアに住むのは初ということにしておきましょうか。で、給与額っていうのが、控除枠の関係なしですね。最初の6ヶ月間の給与というのは、一律30% の所得税が天引きされるというお話です。で、この天引きなんですけれども、最初の6ヶ月間なので、4月から10月という形で、目安ですね。はい。で、例えば、7500リンギット、毎月ですね。の給与がもらえている方、だとしますと、この最初の6ヶ月間でですね、なんと、13,500リンギットの、所得税ですね、を払うことになるんですよ。はい。これ選択肢ないです。はい。なので、いくらもらっていてもですね、一律 30%。これは非居住者に関してなんですけれども、かなりの多額の、金額になりますよね。で、計算の仕方としては、7500リンギかけるの6ヶ月ですね。かけるの30% すれば、この13,500リンギの計算は出ます。はい。で、これ最初の6ヶ月間の毎月の手取りというのはですね、だいたい5250リンギというふうになります。なので、この 30% ってかなり大きな税金ではありますね。はい。で、次ですね。翌年の4月末までにですね、確定申告をして、余分に納めた所得税の返金を求めることが可能ということです。今年2020年はですね、4月末付の確定申告の期限があったんですけれども、コロナ禍ということで、6月末まで延長されたということですね。はい。で、例えば7月にですね、転職される場合、例えば4、5、6と仕事をしてみたんだけれども、なんかこの会社私に合わないなということで転職をしてですね、4ヶ月目ですね、マレーシア滞在して4ヶ月目に転職するとなった場合はですね、またマレーシア在住期間っていうのが182日未満ですので、引き続き次の会社でも一律 30% での税金ですね、源泉徴収っていうのは行われるということです。次のマレーシア税金知識の4番目なんですけれども、居住者とみなされた時の税金の計算方法をお教えしていきたいと思います。で、こちら居住者っていうことなので、マレーシアに住んで182日以上になる方対象となりますね。この居住者定義なんですけれども、所得税法っていうのがあるんですが、それをもとにね、この定義っていうのは定められています。はい。で、基本1年を通して、で、マレーシアに182日以上滞在している方っていうのが、対象ではなるんですけれども、この滞在期間中ですね、お仕事をしていたかどうかっていうのは、関係ないということで、はい、こちら、引用した、資料には、書いてありましたね。はい。で、あと、こちら、例えばですね、4、5、6、7、8、9ということで、6ヶ月間以上ですね、お仕事をしたと。じゃあ、それ以降の、所得税の計算方法っていうのを、お見せしていきたいと思います。で、こちらのね、表を見ていただくとわかるんですけれども、こちら、個人の所得税税率の、表です。はい。で、こちらの、表なんですけれども、例えばですね、年間給与っていうのを計算すると。で、そこから、この税金がどれだけ取られていくかっていうことで、計算していきます。じゃあ、例えば、毎月7500リンギということで、給与をもらえるとしますよね。で、年間給与っていうのを計算いたしますと、7500リンギかけるの12ヶ月ですよね。なので、9万リンギットになりますね。はい。で、こちら、次なんですけれども、各個人にで、9000リンギットの控除枠っていうのが与えられるんですよ。で、この控除枠というのは、この金額に対しては、所得税金の対象ではないですよという枠なんですね。なので、今回、この計算する場合には、実質の、税金対象額というのは、この控除枠の9000リンギというのを9万リンギットから差し引いてですね、実質、8万1000リンギットが
課税対象となりますよということです。はい。で、こちらの表にもね、見てもわかるんですけれども、じゃあ、8万1000リンギの、所得がある。で、課税対象になるということで、この表ね、一番上の方にも値すると思うんですけれども、7万リンギットまでは、皆さん同じ税金ですね。4600リンギっていうふうにも決まってます。はい。で、こちらが所得納税ですね。の、義務がある、金額ということになります。じゃあ次にですね、で、こちら、7万リンギット以上ですね。そして8万1000リンギットのこの差額、はごめんなさい。1万1000リンギットですね。でもこちらに関しては、21% の課税をしますよということなんです。はい。で、こちら、1万1000リンギットの 21% というのは2310リンギですよね。ということは、こちら、1番目と2番目の税金を足すんですよ。なので、4600リンギ足すの2310リンギということは、6910リンギットの所得税金を支払う義務がありますよということです。はい。でね、前回ね、お話ししたこの 30% で計算される納税額ということでお話しましたね。で、6ヶ月で1万3500リンギを支払わなきゃいけなかったですね。で、居住者枠になりますと、これ1年の納税額というのは、およそ6910リンギットなんですよね。かなり差がありますよね。ということなので、この最初の6ヶ月っていうのは、かなり多く納税しているということなので、翌年は必ず確定拠出年金で、余分な納税額ですねっていうのをバック、するという形になります。で、こちら、普通に居住枠ということで、この税金が計算された場合ですね、年間の実質、税率というものは、こちら 8.5% ということになります。計算方法としては、いくら税金を払ったのか、6910リンギットですよね。割るの8万1000リンギットということで 8.5% の税金を、税率ですね、を払っているということになります。はい。この表を見るとですね、高額な税金を納めているイメージなんですけれども、この例での、実質、税率は 8.5 ということですね。はい。で、お仕事をされている会社がですね、丁寧に税金を納めてくれているのであれば、安心なんですけれどもね、たまに、この税金、なんか多く取られてないとか、少なく取られてないっていう、月もあるかと思うんですよ。で、こういう時はですね、本当に、ご自身の会社にですね、質問、お問い合わせするのが一番いいです。はい。で、時と場合によってはということで、ご自身でも厳選、徴収の、所得税のね、計算の仕方っていうのを知っておくっていうのもお金の知識です。そして今後のトラブルが起きた際のですね、予備知識としても学ぶことをお勧めいたします。はい。で、今回は簡単に、個人所得税の計算の仕方っていうのをご紹介いたしました。はい。で、お仕事している会社がですね、どのように、所得税、というのが、計算されているのかっていうのを、お伺いすることもありですし、で、またですね、ケースバイケースで結構複雑な場になってくる場合もあるかと思うんですが、その場合は、専門的なアドバイスが、必要になると思います。で、その時は、マレーシア、在住のですね、税理士さんにご相談することを強くお勧めいたします。はい。マレーシアで、ご紹介できる税理士さんがですね、丁寧にアドバイスしてくれますので、私を通して、ご紹介するのもありですし、で、ご自身で検索して、で、アドバイスを求めるのもいいと思いますね。はい。じゃあ、こちらはですね、今回は、手短にまたね、マレーシアの所得税の豆知識、基本知識ということでお教えいたしました。来年ですね、この確定申告の時期が迫ってくる頃にですね、どのように確定申告したらいいのかですとか、あとは控除枠などのお話をしていけたらなというふうに思っています。はい。じゃあ、それではまた次回会うまで。さよなら。皆さん元気で。